人です。ということで、今回はなんとこちらスマートフォームデバイスナンバーワンブランドのスイッチボットさんから登場したこの世界最小級クラスのお掃除ロボット K11 プラスと暮らしをもっとスマートにしてくれる新商品スマートデイリーステーションについてご紹介させていただきたいと思います。僕は普段ねミニマリストとしてのライフスタイルだったりとかっていうのをこのチャンネルでね発信し続けているんですけども、ミニマリストのライフスタイルを送る上で欠かせないアイテムっていうのがまさにこのお掃除ロボットなんですよね。僕自身一人暮らしを始めてからずっとね水拭きのお掃除ロボットっていうのをだいたい6年ぐらいかな、ずっとね愛用し続けていたんですけども、そもそもねこのお掃除ロボットってまずね床にね余白がないとお掃除ロボットがね掃除をするスペースっていうのもどんどんね狭くなってしまいますし、まさにねこのお掃除ロボットこそミニマリストだったりとかシンプルなねライフスタイルを送る上で欠かせないうってつけのアイテムなんじゃないかなっていうふうに思っています。ちなみに僕は以前このスイッチボットさんのスマートロックの製品をねこのチャンネルを通じてご紹介させていただいたりとか、普段からねこのスイッチボット製品たくさんね愛用させていただいているんですが、この K11 プラスというお掃除ロボット、この1個前のモデルの K10 プラスっていうモデルがなんとね販売からたった2ヶ月で3億円以上の累計売上をね達成した大ヒット商品なんですよね。ただね前モデルの K10 プラスは吸引力が約ね2500パスカルということでちょっとね控えめだったんですが、今回の新モデル K11 プラスは吸引力がねさらに進化しまして6000パスカル以上と吸引力がね2倍以上に進化しているんですよね。しかもなんとわずかね直径が 24.8 センチ、高さがなんとね 9.2 センチということで世界最小級クラスのサイズ感になっていて、ベッドの下であったりとかソファーの下であったりとかテーブルの下もねスーッと滑り込めるこのサイズ感、さらにねゴミ捨てはなんと90日に1回で OK。 しかもねこれだけパワフルになったのにこのお掃除ロボットの運転音はねわずか45デシベル以下ということで、例えば僕のような在宅ワーカーだったりとか子育て中のね方にも全然気にならないような静音性を実現しています。さらにこの K11 プラスただの掃除家電ではなくてインテリアの一部としてお部屋に溶け込むデザイン性も大きな魅力になっています。いやー、僕はね約6年ぶりのお掃除ロボット買い替えになるということで、もうね正直めちゃくちゃテンション上がっているんですが、早速ねこのお掃除ロボットの K11 プラスとこのスマートデイリーステーションについて正直にねレビューしていきたいと思います。ということで、まずはね外観デザインから見ていきましょう。ということで、これが本体になっています。いやー、想像以上に小さいですよね。よいしょ。僕の手と比べてみるとねこんな感じになっています。めちゃくちゃコンパクト。このお掃除ロボット冒頭でもねご紹介したんですが、直径わずか 24.8 センチということで、一般的なお掃除ロボットが直径ね33センチ前後と言われている中で約ね10センチもコンパクトになっていて、世界最小級のサイズ感っていうのもね納得できるサイズ感になっています。しかも高さわずか 9.2 センチなので、ソファー下であったりとかベッド下にもねスッと滑り込んでお掃除ロボットのね死角を作らない。大きさもねそうなんですけども、この高さが低いっていうのもミニマリスト的にはねめちゃくちゃ嬉しいコンパクトさになっているんじゃないかなっていうふうに思っていて、やっぱりね僕らのようなミニマリストのライフスタイルを送る上でお部屋はねなるべくね広く見せたいと思うんですが、やっぱりね高さのある家具だったりとか家電をね置いてしまうとそれだけでもね結構圧迫感を感じてしまう方も多いんじゃないでしょうか。ですがこのお掃除ロボットのこの高さであればめちゃくちゃね高さが低い分家具だったりとか家電選びっていうのもかなりね幅が広がるというか、いやーこのコンパクトさはねめちゃくちゃ嬉しいですよね。ちなみにこれ僕がね先日ミニマリスト渋さんから譲り受けた M1 の MacBook Air 13インチになっているんですが、大きさ比較のために比較してみるとこんな感じですね。縦幅に関してはわずかにねお掃除ロボットの方が高いかなっていうふうに思っているんですが、びっくりなのがこの横幅ですよね。
こうして比べてみると、かなりねこのお掃除ロボットのコンパクトさっていうのが、伝わるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてこれがお掃除ロボット用のステーション、前モデルの K10 プラスが、縦幅32センチだったのに対して、この K11 プラスのステーションは25センチと7センチもねコンパクトになってるっていうことで、例えば引っ越しの際だったりとかもかなりねコンパクトに持ち運びだったりとかもできるんじゃないかなっていうふうに思います。そしてなんとこのステーション A4 サイズのクリアファイルを今ね下に置いているんですが、なんとね A4 サイズにもしっかりね収まるめちゃくちゃコンパクトな設計になっているんですよね。そして何といってもこのステーション、ホワイトはオーク調、ブラックはボールナット調の木目デザインになっているんですよね。もはやね掃除機というよりもインテリアに寄せてるなっていうふうに思います。このドックに関してはね、僕のように普段こんな感じでもうめちゃくちゃね真っ白な空間で住んでいる人に関してはちょっとね木目調は逆にね浮いてきてしまうので、例えばねリメイクシートだったりとかでカスタマイズしてみるっていうのもねいいんじゃないかなっていうふうに思っています。K11 プラスの良さって性能はもちろんなんですが、なんといってもこのデザイン性。従来のお掃除ロボットって大きさも存在感もかなり大きくて、おしゃれなお部屋に置いてもなかなか馴染まないことが多いんですよね。ただこの K11 プラスは真っ白でミニマルな本体デザインにコンパクトな木目調のドック、まるでインテリアのようにどんなお部屋にも自然に溶け込むデザインになっているんですよね。そして本体の重さもわずか 2.3 キロ。例えばね僕のように2階だったりとか3階のあるお家でも女性も片手で持ち上げて持ち運べるようなこの軽さはもうまさにねびっくりですよね。そして従来のお掃除ロボットだと本体のねあちこちにね結構ボタンがあったりとかするんですが、このお掃除ロボットは電源ボタンとホームボタンの2つのみ、デザイン性も含めてシンプルでかつノイズレスなデザインになっています。それでは早速使っていきたいんですが、その前にねこのお掃除ロボットまずね設置しないといけないので、まずはね設置からしていきたいと思います。いやー、僕は普段ねこういったね家電だったりとか家具とかもめったに買い物しないんで、こういう設置の段階ってめちゃくちゃワクワクしますよね。そしてこのお掃除ロボットをセット。これでいけてるのか。おお、光った。電源がオンになりました。おお、なんか喋った。電源がオンになりましたということで、おそらくこれで設置は完了しました。いやー、そしてね僕この日をめちゃくちゃ楽しみにしてたんで、あえてね僕が前持っていた他社製のねお掃除ロボットは約ね5日間ぐらいかな、全く動かしてなくて、結構ね今床もね正直汚れてるんですよね。ちょっとあまり見せたくないんですが、こういったね僕の抜け毛だったりとか、こういう隅にある汚れだったりとか、もう5日間掃除をしないだけで結構ね僕のお家汚れまくっているので、こういった汚れっていうのがどれだけね落ちるのかっていうのがめちゃくちゃ楽しみなので、早速ね使っていきたいと思います。そしてこのお掃除ロボットスイッチボット製品なので、スイッチボットのねこのアプリから操作をすることができます。まずこのお掃除ロボットを追加していきたいんですが、このプラスボタンを置いてデバイスを追加ですね。こうするとお掃除ロボット K11 プラスここにありました。これを追加していきます。マッピングを開始します。マッピング、おお動いた。すごい、初めて動き始めました。こんなに音静かなんだ。おおすごいすごい、頑張って掃除してくれてる。なんかこういう吸い込む系のお掃除ロボットってめちゃくちゃ音がうるさくて、全然ね家で作業だったりとか家事だったりとか集中できないイメージがずっとあったんですけども、めちゃくちゃ音静か。ステーションへ帰還します。もう帰還すんの早いって。帰還できるのか。頑張れ頑張れ頑張れ。すごい。マッピングが完了しました。これでマッピング完了？嘘でしょ、早すぎん。一旦これでマッピングが完了したっていうことで、ちょっとねこれだけだとちょっと物足りないので、実際にここを押してみると今充電中ですよっていうのが書いてあって、清掃ボタンを押してみると、清掃を開始します。また動き始める。すごい、初清掃です。こんな感じか。すごい、隅々まで掃除してくれてます。うわーいいね。僕が5日間
掃除しなかったお部屋が隅々まで。確かにここのね隅の方って全然ねコロコロだけだとね吸い取れなかったりとか綺麗にならなかったりとかするんで、こんな感じでお掃除してくれるのはめちゃくちゃありがたいですよね。乗り上げなくていいよ。おお、すごい回避した。よいしょ。ちょっとね今休んでもらってるんですが、ちなみにこの K11 プラス、ここにねゴム製の螺旋のメインブラシを採用しているので、髪の毛がね本当に絡みにくい設計になっているんですよね。確かにここゴムだからすごく柔らかいんですよね。少しねもったいないんですが、今回ね検証ということで、お米のね米粒を10粒ほど用意させていただいたので、何粒残るかっていうのをねちょっとね検証してみたいと思います。失礼します。ではいきます。清掃開始。清掃を再開します。お、シャリシャリ言ってる。おお、吸い取ってる吸い取ってる。うわー、すごい。今ちょっとね床確認してみたんですが、米粒一粒も残っておりません。全部ねちょっと吸い取ってしまったみたいです。恐るべしですね。続いて音のテストをしていきたいと思っているんですが、なんとこの K11 プラス静音モードっていうのが搭載されていて、運転音はねわずか45デシベル以下ということで、赤ちゃんやペットがいる家庭でも気兼ねなく使える静音性になっています。で、僕が何年もね水拭きロボットを使っている理由にもつながるんですが、この音問題ってめちゃくちゃね在宅ワーカーの僕にとってすごくね重要なんですよね。ここからはねそれぞれの吸引力の音のテストもしていきたいと思います。それではまず、一番低いモード、静音モードから試していきたいと思います。いけ。おー、来ました。わー、めっちゃ静か。これが静音モードということでどうですかね。僕のような在宅ワーカーでもお家でね作業しても全く気にならないような、音量なんじゃないかなっていうふうに思います。この音量が45デシベル以下ということで、ここまでね静かだと思ってなかったので、いやーびっくりですね。続いてはこちら標準モードですね。どんな感じになるんでしょうか。いきます。お、ちょっとパワーが上がりまして、音のねトーンが上がりました。標準モードに関しては、全然ね家で、作業だったりとかしていても、ギリギリ気にならないような、音量になってるんじゃないかなっていうふうに思っています。僕はねこれぐらいの音量だったら全然ね寝れるレベルかなっていうふうに思います。ということで、続いてはこちらパワーモードですね。おー、結構ねさっきより一段とギアが上がった感じありますね。このレベルになってくるとちょっとね、お家で作業するのは若干ちょっと難しいかなっていうような、音量になってきております。では最後ですね、マックス、こちら試してみたいと思います。これがマックスですね。これはねちょっとさすがにお家で作業できないなっていうような、音量になりました。なんでこのモードを使う時には基本的にね自宅をねリスにしている時に使ってあげるのがいいんじゃないかなっていうふうに思います。吸引力がねマックスってことで、結構ね細かい汚れだったりとかも、隅々までね掃除してくれるのかなっていうふうに思っています。いやー、それにしてもねこんな感じで今マッピング機能を見てるんですが、いやこれすごくないですか。もう本当にね家の隅々まで掃除をしてくれていて、こんな感じでお掃除ロボットが今ね家のどこをね掃除してくれてるのかっていうのを、こんな感じでねリアルタイムで追従することができるので、なんかねこういうのずっと見ていられるんですよね。僕なんかこういうのも含めて愛おしさをね感じちゃうので、お掃除ロボットね使ってみると分かるんですが、なんかねペットのような愛着感をね湧いてしまうんですよね。おー、ちょっと待って、これが噂に聞いていた自動集塵機能ですね。掃除が終わるとねさっきのように自動でねゴミをステーションに吸い上げてくれるっていう機能が搭載されています。なんですがさっきのようにねどうしてもゴミをね吸い上げてくれる音っていうのが結構ね大きいので、そこをねスイッチボスさんよく考えていて、お休みモードっていうものを設定してあげると自動集塵機能の時間帯をね設定することができるので、例えばアパート住まいの方だったりとかでも、近所迷惑になることなく使うことができるっていうのはめちゃくちゃね嬉しいですよね。
さらに侵入禁止エリアっていうのをアプリからね設定することができるので、例えばね、子供だったりとかペット関係でここは行かないでっていう場所がもしあれば、簡単にねそれも設定することができるので、この機能はねめちゃくちゃありがたいんじゃないかなっていうふうに思っています。よし、2階も掃除してもらえますか。2階に来たんですが、2階はね特にひどいですよ。2階に関しては普段から水拭き用のロボットいちいちね1階から2階に持って上がるみたいな手間がねどうしても僕のような物件に関しては発生してしまうので、あんまりねここ掃除しないことが多いんですが、5日間ね今回実機のために放置をしすぎたので、ちょっとねグロいんですが、こんな感じで抜け毛だったりとか、ゴミだったりとかがね結構ね落ちているような状況になります。いやー、これがねどれだけ綺麗になるのかちょっと楽しみですね。よし、頑張ってくれ。検証スタート。清掃を開始します。いけ。今多分ちょうどマッピング中ですね。初めて片付ける場所なのでマッピングをしてくれた。おー、すごい、ちゃんと段差を感知してます。落ちない。おー、ありがたい。うわー、めっちゃ吸収してくれてます。ちなみに今清掃モードはマックスで清掃してもらってます。頑張れ頑張れ。おお、ここもちゃんと感知してますね。そっか、僕のおお、すごい。飛び越えた。それ僕がね普段愛用しているバスマット兼体重計になってるんですが、すごい、これぐらいの段差なら乗り越えるんだ。僕毎回水拭き用のロボットの時はこのね段差飛び越えることができなかったので、このバスマット兼体重計をいちいち剥がしてから、お掃除ロボットねここ掃除してもらうようにしたんですが、今度からはねその手間がなくなりそうですね。おお、すげえ、すごい。お風呂場まで行ってくれるのめちゃくちゃありがたいっすね。ということで一旦ね15分ぐらいかなお掃除してもらって、ちょっとねどれぐらい綺麗になったのかっていうのを見ていきたいと思います。どうですかね、なんかめちゃくちゃ綺麗になってる気がする。ここの角の方とかね結構髪の毛がたくさんあったりとか、ここら辺もね結構髪の毛だったりとかゴミだったりとか落ちてたと思うんですが、あらかた綺麗になってますね。いやー、すごい。この短時間でねここまで綺麗になったのはすごくびっくりです。いや、やるな君。あとね地味にありがたい機能としては、こんな感じでねApple Watch 使っている人に関しては、スイッチボットアプリがこちらに入っておりますので、スイッチボットアプリの Apple Watch 版アップロードしてもらうと、こんな感じで、スイッチボットのね、各種アイテムっていうのがねこんな感じで入っているので、ここから、例えばお掃除ロボットを、清掃してもらいたいときはここのね清掃ボタンを押してもらうと、はい、こんな感じでね、スマホからね操作するだけではなくてアプローチからね操作することができるので、この機能もねめちゃくちゃ便利ですよね。あとさらにね、地味にありがたいのがこの、お掃除ロボット、吸引するだけではなくて水拭きもね、してくれます。僕のようなね真っ白な家に住んでいると結構ね床も含めてゴミだけじゃなくって細かい汚れっていうのがね結構ついてきてしまうので、この機能はめちゃくちゃありがたいですよね。水拭きどちらからできるかっていうと、このスイッチボットのステーションのこの上の方ですね、こんな感じで水拭き用のアイテムがついているので、こちらをねこのステーションの中に入っている、はい、こちらですね、ロボット掃除機、K10 プラス専用のお掃除シートということで、K10 プラスとはね書いているんですが、こちらね K11 プラスでも兼用できるので、このパーツに貼り付けることによって、なんと水拭きもできちゃうっていうアイテムなので、ちょっとねこれも貼り付けてみたいと思います。実際にねどこまで水拭きできるのか。うわ、なんかこのシートの匂いがめちゃくちゃいいですね。こういうことか。はい、 OK、取り付けめちゃくちゃ簡単でしたね。おー、すごい。これで水拭きモードに切り替わったってことで、ちょっとこれで水拭きちょっと試してみたいと思います。それでは初めての水拭きモードスタート。おー、来た。おー、こんな感じか。吸引モードに比べて当たり前なんですが、音量はね本当に静かですね。すごい隅々までね掃除してくれてますね。この水拭きモードに関しては正直ね自宅で仕事してたりとか子育て中の方だったりとかでもね全然気にならない音になってるので、このスイッチボット K10 プラスに関してはこんな感じでね
吸引モードはもちろんなんですが、水拭きロボットもね一緒に兼用してやってくれるっていうのが、いやめちゃくちゃありがたいですよね。あとね、掃除してもらってて思ったんですが、吸引モードの時よりもめちゃくちゃね、ゆっくりな動き方ですね。結構吸引モードの時は運転が荒いというか、結構キビキビとした動きをしてたんですが、こんな感じでね、水拭きロボットはしっかりね、時間をかけて掃除してくれるので、細かい汚れだったりとか、っていうのもね、しっかり取ってくれるのかなっていう印象です。すごい。ということでね、あっという間に水拭きが完了しまして、実際にちょっと水拭きのシートをね、見てみたいと思います。うわちょっとね、びっくりするぐらい汚れてましたね。さすがにね、5日間ぐらい全くね水拭きしてなかったので、水拭きしないとこんな感じで汚れるんですね。でこのお掃除シートに関してはこれ使い切りになってるので、30枚使い切ったらどうするんだっていう話になると思うんですが、このねお掃除シートに関しては市販で普通にスーパーだったりとか、薬局だったりとか、ホームセンターだったりとかで、売ってるような、お掃除シートを使ってもらってもね全然構わないってことなので、こんな感じでね使い回せるっていうのはめちゃくちゃね、いいんじゃないかなっていうふうに思います。おーすごい。なんか元々あった結構ねここ黒ずんでた汚れがあったんですが、完璧とはまだねちょっと言えないんですが、あらかたね綺麗になっているってことで、いやー水拭きモードね結構いいですね。はい、ということでね、数日間このお掃除ロボット、K11 プラスを使ってみて、分かったことっていうのがね、あるので正直にねお伝えしていきたいと思います。というかね、僕ちょっと髪を染めまして、前回撮った時と髪色がね結構変わってるかなっていうふうに思うんですけども、あんまり気にしないでください。ということで、まず一番良かったのは何といってもねデザイン性ですよね。本体とドック含めてこのコンパクトさでありながら、4リットルの大容量ダストボックスでゴミ捨ては約90日に1回で OK ということで、いやーこの真っ白でねミニマムなデザインはもうまさにねインテリアとして馴染んでくれますよね。機能はねもちろんなんだけど、デザインもね含めて妥協できない僕にとっては最高の1台になっています。あとは前世代モデルの K10 プラスから2倍以上ねパワフルになったこの吸引力、そしてねなんといっても僕が一番驚いたのはゴミの自動集塵機能ですね。今まで僕自身ずっとね水拭きロボットを使っていたので、ゴミをね一つ一つ取り除いて、自分でねゴミ箱に入れていたりとか、してねすごく手間に感じていたんですが、ゴミをね吸い取ってくれるだけではなくて、自動でねステーションの中にゴミをね一気にその吸引してくれるっていうので、人生で初めてねこの体験をしたので、一気にゴミ収集のストレスがなくなりました。あとはねなんといってもこの本体価格、これだけね機能がついたお掃除ロボット、一般的にね10万円台は優にね超えてくるんですが、なんとね定価が59,800円、これだけでもねめちゃくちゃ安いんですが、さらにね今ならねセール価格で49,800円になっているということで、いやここら辺はねさすがスイッチボットさんですよね。もうねなんかどの製品にも言えるんですが、スイッチボットさんって相変わらずね価格崩壊してるというか、もう相変わらずコスパがめちゃくちゃいいんですよね。このレベルのお掃除ロボットを5万円以下で買えるっていうのは、いやめちゃくちゃすごい時代だなっていうふうに思います。最後にね1点、正直なレビューとして、これはね僕みたいな特殊性のある人だけに通ずることかなっていうふうに思うんですが、ステーションの上部の方がウッド調になってるっていうのは、僕のようにねこんな感じで真っ白なインテリアで過ごしている人に関しては、上の部分がねウッド調だと若干ねちょっと浮いてきてしまって見えるので、例えばねスイッチボットさんのスマートロック顔認証パッドのように部分的にね色を変更できるパッドみたいなものがあるんですよね。そういったものをね用意してもらえるといろいろねカスタマイズ性が広がって面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。なので僕はねちょっとこの後リメイクシートでねリメイクしてちょっとね真っ白に仕上げてみたいなっていうふうに思っています。ここまではね、お掃除ロボットの話をしていたんですが、ここからはね、スマホを開かない朝をテーマに、暮らしの情報を一目で確認ができるスマートデイリーステーションについてご紹介していきたいと思います。
スマホを開かない朝といえば、僕はね毎日 iPhone だったりとか iPad だったりとか MacBook だったりとか、もう毎日ねApple 製品に囲まれて、過ごしているので、例えば朝ね、すぐスマホを見て、取り出して SNS を見たりだとか、天気予報を見たりだとか、全然関係ないね YouTube を見てしまったりとかして、気づいたらね朝の時間めちゃくちゃ無駄に過ごしてしまった経験って僕はね結構あるんですが、皆さんもねそんな経験あるんじゃないかなっていうふうに思っています。このスマートデイリーステーションはスマホを開かなくても必要な情報を一目で確認できる、暮らしの情報の居場所を作ることで日々の生活リズムをスムーズに整えてくれるアイテムなんですよね。それでは早速開封してみましょう。いきますか。オープン。おー、こんな感じか。おー、すごい。めちゃくちゃミニマムな本体デザインですね。はい。ということで、もろもろね、セッティング完了しまして、電源ね、つけてみたんですが、こんな感じになりました。いや、すごいですね。この一画面で全て朝必要な情報が全て詰まっているっていう感じで、中に表示されている情報としましては、今日の日付だったりとか曜日、あとは時間だったりとか天気、あとは今日の温度ですね。で、あとは日の出、日の入りの時間だったりとか、あとは花粉の量だったりとか、風速、降水量だったりとか気圧っていうのもね、こっちで表示してくれたりとか、あとは結構ありがたいポイントとしてはこの1週間分の天気をねここで確認できるんですよね。今日の天気からじゃなくてなんとね昨日の天気も同時に表示してくれるっていうので、ここもねめちゃくちゃ親切だなっていうふうに思いましたし、降水確率だったりとか、ここで1週間分の天気の移り変わりを見れたりとか、その日の気温ですね、最高気温だったりとか最低気温っていうのもここで表示してくれるっていうので、いやこの一画面にね全てが詰まっているっていうのがめちゃくちゃいいなっていうふうに思いました。なんとこのスマートデイリーステーション IKEA 電子ペーパーを採用していて、紙のような質感で眩しい光源がなく、デスクに置いても目が疲れにくいんですよね。なので視覚的なストレスを軽減してくれるアイテムになっています。イメージ Kindle ペーパーみたいな感じかな。電子ペーパーになっているので、もう本当にねずっと眺めていても目が疲れにくいですし、僕のようにねスマホを毎日使って仕事をしているような、人のタイプだと結構ね目から得られる刺激っていうのは結構大きくて、本当にひどい時だと僕ねミニマリスト渋さんの片付け動画の動画編集っていうのを1日20時間以上ぶっ続けでやってた時があって、その時はね結構次の日目から得られる刺激が結構強すぎて疲労したなっていう経験があるんですが、これだったらね電子ペーパーになっているのでそういったねストレスがないような感じになっています。さらにスクリーンライトが搭載されているので、こちらのね、上の上部の方一回ポンって押してあげると、はい、こんな感じですね。こんな感じで夜間だったりとか暗い部屋でも、上部のねボタンをこんな感じで軽く押すだけで優しく点灯してくれるっていう感じなんですね。なんで睡眠環境だったりとか集中している雰囲気を崩さないっていうのもめちゃくちゃいいポイントなんじゃないかなっていうふうに思っています。あとはね、なんといっても個人的にミニマリストの僕にとっていいなっていうふうに思ったポイントがありまして、これ実はねコードレスなんですよね。あらゆる電子製品結構コンセントが必要だったりとかするタイプ結構多いかなっていうふうに思うんですが、これは完全にコードレスなので、壁掛けできるっていうのもめちゃくちゃいいポイントなんじゃないかなっていうふうに思います。普通に賃貸だったりとかで壁掛けができない、人に関してはこんな感じでね立てかけるような構造になっているので、そこもね嬉しいポイントですよね。あとはねコードレスなのに加えてバッテリーがね中に内蔵されていて、1回の充電でなんとね最大1年間駆動するっていうことで、いやこれすごいですよね。普通の電子機器だったら、1日こういったタブレット製品だったりとかすると、1日1回は充電必要なことが結構多いかなっていうふうに思うんですが、これはね電子ペーパーになっているので1年間になんと1回だけ充電すれば OK ということで、これはめちゃくちゃねありがたいですし、配線のね制約がないので、デスクだったりとか、例えば寝室だったりとか玄関だったりとか家のねあらゆる場所で最も情報を必要とする場所で、自由にね輝くことができるデバイスになっています。朝って今日寒いかなとか雨降るかなとか今日何着ればいいんだろうとか考えることがめちゃくちゃ多いのに全然時間がないんですよね。それをデスク横の画面でちらっと見るだけで3秒でね必要な情報を把握できるっていうのはめちゃくちゃいいなっていうふうに思いますし、スマホを開く回数が減って
って朝のスマホ時間が短くなる、作業前の情報確認がシンプルになって集中しやすいデスク環境が整うっていうので、寝室にこのスマートデイリーステーションを置くのもいいと思いますし、デスク環境に置くのもすごくいいかなっていうふうに思っています。あとね、特に便利だと思ったのが、家族の予定をまとめて確認できるっていう機能があるんですよね。例えば Google だったりとか iCloud など、カレンダーをね、一緒に同期することができるので、さらに最大5人分、1日最大30件まで予定をね、表示することができまして、カレンダーどこで把握するかっていうと、このね、カレンダーっていうボタンをこちら押してもらうと、こんな感じで Google カレンダーと一緒にね、同期しているので、僕はね、こんな感じで今日12時から13時まで撮影を行いますよっていうのをね、ここでカレンダー一括管理することができたりとかっていうので、これをね、1日30件まで登録できるっていうので、家族全員のね、カレンダーだったりとかスケジュールっていうのが、こちらでもね、確認できるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいなっていうふうに思っています。僕は一人暮らしなので、自分の予定だけなんですが、例えばね、仕事でチームのスケジュールだったりとかっていうのを反映するのもめちゃくちゃありなんじゃないかなっていうふうに思います。そして面白いなっていうふうに思ったのが、こちらにある AI 暮らしナビですよね。こちら押してみると、はい。こんな感じで、今12時19分、最高気温18度、最低気温13度ってことで、こんな感じで流れる雲の影がみたいな感じで、いろいろね、文章を書いてくれてて、この下ですよね、健康アドバイスとして空気質が低下しています。呼吸器が敏感な方は、長時間の外出を控えるのが安心です。外出アドバイスとしては、雨に備えて傘を忘れずに、昨日より4度低いため、厚手の上着が最適ですっていう感じで、天気や予定をもとに AI がね、簡単な生活アドバイスを表示してくれて、朝のちょっとした決断疲れを解消してくれる機能なんですよね。例えばね、こんな感じで雨に備えて傘を忘れずにとか、昨日より4度気温が低いため、厚手の上着が最適ですとか、通勤やお出かけ前の準備をスムーズにしてくれるんですよね。ミニマリストの僕にとっては服装をね、毎日制服化しているので、これはね、あんまり関係ないんですけどね。はい。ということで、いかがだったでしょうか。このスマートデイリーステーション。確かにね、お掃除ロボットのような派手な家電ではないんですが、毎朝のちょっとした確認作業を減らしてくれるので、これを使えば使うほど良さがね、わかるアイテムなのかなっていうふうに思いました。あとはね、具体的にどういった人にこのアイテムおすすめなのかっていうと、例えばね、家族全員の予定をね、全部見える化しておきたいっていう人だったりとか、朝の準備をね、少しでも楽にしたいっていう人だったりとか、僕のようにね、スマホに頼らずデスク環境をね、集中できる空間にしたいよっていう方だったりとか、そういった人にはめちゃくちゃね、相性のいいデバイスだなっていうふうに思いました。ということで、いかがだったでしょうか。今回はこちらのスイッチボットの K11 プラスとスマートデイリーステーションについてレビューをお届けしました。僕はね、久しぶりのお掃除ロボットの買い替えで、僕自身めちゃくちゃテンションが上がるくらい、最新のね、お掃除ロボットはめちゃくちゃね、高機能でかつ、コンパクトでありながらめちゃくちゃデザインもいいってことで、いやー本当にね、すごい時代になったなっていうふうに思いましたし、このね、スマートデイリーステーションに関しては、忙しいね、朝を生きる日本人に関してはめちゃくちゃね、相性のいいデバイスだなっていうふうに思っていて、今回僕がご紹介したアイテム、概要欄からね、チェックができますので、ぜひね、そちらもチェックしていただきたいですし、なんと、この動画投稿時点から5月6日まで、このお掃除ロボット K11 プラスは定価 59,800 円のところ、なんとさらにお求めやすくなって49,800円。スマートデイリーステーションに関しては 15,980円。もう相変わらずね、スイッチボット製品お求めやすくなっているので、この機会にぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。リキタでした。